はい、それでは今日はこれです。シャインマスカットなんですけど、ヤギの上のシャインマスカット枯らしてしまいました。もう残念で、こっちよっちゃん長野パープルも枯らしてしまった。でもこれ枯れたのかな、冬眠に入ったのかもしれないし、あっちのもう一個のシャインマスカットだけは生きている。で何も悪いことしてないんだけど、ヤギに皮むかれたぐらいで特に悪いことしてないんですけど、多分ね、今年日照りがひどかったから、8月の10日から9月の4日の台風の雨までほぼ雨降らなかった。で僕は途中で1回アミノ酸とかはかけたんですけど、1回2回かけたんですけど、それ以外に水をかけなかった。だから多分水不足で枯れちゃったのかなって思ってます。で他に原因があまり思い浮かばない。でやっぱりブドウ水が好き、こう広がる根っこだから水が好きみたいで、あっちの今収穫してるシャインマスカットの方は雨よけしてあるからほぼ毎日水かけはしてた。でこっちは露地だから水かけないでもちゃんとにというか、ある程度大丈夫なんじゃないかなみたいに甘く見てたんですけど、ダメでしたね多分。他に何も悪いことしてないもんな。で去年はさちゃんとに育ってたから、長野パープルとこれがでも様子見ですね。ほらこれ下から芽は出てきてる。だから根っこはまだ動いてるっていうか、根っこは生きてるから、あんだったらもうちょっと待ってればここいらから芽が吹くかもしれない。でこのまま冬の冬眠になるかもしれなって春には芽が吹いてくるかもしれないから、剪定だけはして一応やっていこうと思います。今のところは剪定しないけどね、冬のあっちと同じ時期に剪定してやっていくしかないな。様子がわからない、本当に経験がないから、こうなったらダメなのかまだワンチャン希望があるのかが本当に全然わからなくて、でももし分かる人が、シャインマスカットってブドウの経験がある人で、こう水不足とかで枯れた場合はどうなるのかっていうのがもし分かる人がいたら、あれがコメントで教えてもらいたいですね。ちょっと本当にがっかりしてます。2年目か、今年の3月で1年だから、昨年の3月に植えて今年の3月で1年1年ちょい、2年生、今2年生だったんだけど、分かる人いるのかな。でもあいつは大事に育てていくし、環境は一緒なんだけど、多分あいつはあそこのところで温室のちょっと影とかになっていくから、ある程度まだ水があって助かったのかもしれない。こっちとこっちは多分乾く、日は当たるし乾く方だからなのかもしれない。他に思い当たることがない。除草剤を当てるとかそういうこともないし、現象としてはね、葉っぱがね茶色くなって元気がなくなってきて、やばい水不足したと思ってすぐ水をかけるようにしてたんだけど、間に合わずに、元気がなくなって茶色くなってきた葉っぱが一気に毎日茶色くなってって、もうこんな感じになっちゃいました。どうなるか分かりませんが、いずれにせよ同じことを繰り返してはいけないので、ワンチャンまた苗買ってそこの近くに今年の冬3月ぐらいにまた植えるかもしれないかも。そうするしかねえもんな。植えるかもしれないです。この様子で芽吹かない。でも間に合わないのか。
間に合わないからもう2本購入してやって、あとは枝の仕立て具合でもしこれも生き残るんだったらこの5本体制でここで育てていこうかなと思います。そうだね、本当がっかりっすよ。がっかり枯れちゃった。まあほらヤギがさちょっと首伸ばしてさ葉っぱ食うぐらいじゃさ枯れることないからさ、もう一気にだから多分ここの芯で水をあげられなくなって苦しいよっつって多分枯れたんだと思う。こういう経験がある人いますかね。今一生懸命水不足ブドウとかでググったりするんですけど、なかなか同じようなのが出てこないんだよな。まあでもいずれにしろこれはもうこのまま観察するしかないし、どっかいいところからもし恵んでくるようだったらそういう時にまた動画にしてみようかなと思ってます。恵んでくんのかな。のんびりにヤギたちはのんびりにしてるけどしょうがねえな。まあ来年はあの木だけは鳴らせられるかな。長野パープルは今年3房鳴らしたんだけど、それ全部カラスにつままれた。だからそんな感じですね、ご報告は。はい、それではもし恵んできたらまた報告したいと思います。情報よろしくお願いします。以上です。はい、それでは今枯れたシャインマスカットの動画を今編集してて、あまりにもちょっと情報が少なかったかなと思ってちょっと切ってみて、今11月の5日です。違うな、7日。ちょっとさここいら切ってみて、完全に枯れてんな。これ冬眠した時の枝ってこんなじゃなかったような気がするんだよな。これであっち生きてる最後の1本の方をちょっと切ってみる。剪定にはちょっと早いんだけど、残さない枝を。この枝はいらないから。まあ、全然切り心地が違う。ほら。これ枯れたかな。ヤギ食ってる。これ、こっちが今切ってる。まだ生きてる。これは枯れたと思われる方なんだけど。さあ、これでどんな感じでしょう。一応、枯れてる前提で、このシーズンの冬は動いていこうと思います。何かしら植えないと、この場所にこれ1本だけになっちゃったから、これだけだとちょっと寂しいので、あと2本。長野パープルと、もう1本、何か買って植えます。何にしようかな。紫系がいいな。BK シードレスかなんか。もし、なんかおすすめの、種なしのブドウのおすすめがあったら、コメントいただけると参考にして植えたいと思います。あと2本。この三角の補助で3本あれば十分だと思うので、あと2本、またこの冬にリベンジで植えたいと思います。そんな感じで、ちょっとこれでわかるような情報があったら、情報をください。お願いします。